チーク鈴木。収入は低め、血圧は高め、司令官コンスコンです。いやー、深夜のジャンクお菓子はうまいね。いや、皆さん、今回のですね、エブリィのマイナーチェンジ、私も動画で何本かね、取り上げさせていただきましたけども、AGS、GoAGS、これの廃止。これね、非常に痛いです。YouTuber としてはね。なぜなら、この司令官コンスコンチャンネルというのは、このエブリィ購入ガイドという側面を失ってしまったんですね。何しろ私の乗ってるこの GoAGS 車というのがカタログ落ちしてしまったので、進めるのは AGS というスタンスが取れなくなっちゃったんですよね。これ非常に痛いですね。コーナーきついね。ブレーキングして3速、フリッピングが気持ちいいよね。4速、鹿に注意だね。十分ね、スタッドレスタイヤでも楽しめますね。ジョインターボに乗ってる YouTuber さんの気持ちがよーくわかりました。なんていうかな。言ってみれば極端に言うと、旧車、古い車に乗ってる YouTuber と一緒になっちゃうんですよね。極論を言えばね。なので、AGS の廃止。これはね、ちょっと今回私にとってはね、いろんな意味でショックでした。ただですね、今回の AGS 廃止、実は自分にとってはちょうどいいタイミングだったとも言えるんですよ。というのはですね、前回の動画大変申し訳ないです。前回の動画ね、ちょっとね、鬱動画でした。鬱な側面がね、ふんだんに散りばめられていた動画だと思います。日本の将来を憂いているというか、日本の未来に絶望しているかのような、そんな動画の内容でしたね。ただこれはね、私の本心です。というのも、本来このチャンネルはね、より多くの皆様に楽しんで見ていただきたいというチャンネルにしたいんですけども、ついついね、ちょっとね、前回の動画本音が出てしまったんですよ。これからの日本がやばいという危機感を本当に持ったから、自分の本心を隠して、エブリィのハードウェア面だけをね、これがいいとかあれがいいとかね、マイナーチェンジがいいとか悪いとか、薄っぺらい話だけしてるっていうのもなんか違うなとは思ってるんですよ。だってね、車を買うっていうのはね、大きな買い物じゃないですか。大げさに言うと、人生の大きな決断の一つではあるんですよ。就職とか結婚とか転職とか、家を建てるとか、それに近いぐらいの大きな出来事だと思います。車を購入というのは。たとえね、エブリィみたいな安い車であっても。なので、本当にね、ハードウェア面で、いいとか悪いとかっていうだけの話だけで、車のチャンネルっていうのは済ませちゃいけないなと私は思っています。揺らぎ出した。S660や。
ナーチェンジに伴う大幅な価格アップ、値上げですね。エブリィが高くなったっていう話をしたんですけども、実はこの価格設定は今後のね、物価上昇を考えると別に高くはないとは思えるんですよ。むしろ安いんじゃないかと。そのぐらい、実は日本の未来明るくないと私は踏んでます。残念ですけど、このぐらいの危機感を我々おっさんは持ってた方がいいと思います。大前提が、みんなが新車が買えるような時代はもう終わるかもしれない。今そこにある危機という感じですよ。本当に日本人が貧乏になる時代が来るかもしれない。今はなき、生産終了となった AGS の魅力をたっぷり伝えるために実況しながら走ります。今 D レンジで今3速で登ってますが、マニュアルモードにしました。3速そのままです。2速で落としません。落とせなかったまあちょっと今ねトラクション抜けましたね。これ AGS 向きの道やね。2速3速、ただ知らない道なんで十分注意して。トラックとかねいきなりいるかもしれないしね。4速3速ブレーキングしながら3速できついコーナー2速に落ちません3速2速3速をね使える道が一番AGS にとっては美味しい道だね。3速もいけるかな。アクセル楽しいね。ちょっとセンター内なくなったね。より用心だね。楽しいけどバイクとか地元住民とかトラックとかはみ出てくる車とかいろんなものをね用心しないと危ないですね。大回りで3速ある。2速ちょっと荒れた路面でトラクションが抜けますね。足がねストロークしないんでこういう車ってね、だから抜けちゃうんですよね。またちょっと抜けたな。2速こういうとこねトラクション抜けるんだよね。3速結構登ってきたな。こんな面白い道があると思わなかった。とりあえずなんか峠を越えて今下りに入りましたね。さっきまでずっと登ってたんだけど、こういうとこ2速でね、3速新しくねマイナーチェンジで搭載された CVT でこの走りができるのかっていうのがちょっと疑問なんですよね。ただハイゼットに乗っていらっしゃる方からコメントいただいたことがありまして、何を言っとるんだとお前はと。 AGS なんかよりもダイハツのこの CVT の方がずっと回転をねキープしてくれて楽しいわいというご意見も頂戴したので、そこはね感覚の違いなのかと走ってる道の違いなのか速度域の違いなのかわからないんですけども、一概にね CVT がいけないダメっていう風な言うつもりはないんですよ。私も CVT にはね CVT の良さが走りっていう面でも良さがありますよ。ちゃんと実際乗ってみないとね何とも言えないんですよ。ただ確実に言えることは AGS は最高ってことだよね。実はこの動画を撮った後、私は新たな希望を持ちました。AGS への鎮魂歌みたいな感じで撮ったんですけども、実はね私はこの CVT は1台限りで終わりではないかと睨んでます。というのはこの CVT の性能が大したことないんですよ。2030年のカフェ方式の燃費規制、企業別のね平均の燃費規制ですけども、これが軽自動車の場合はリッター27キロ必要なんですけども、遠く及ばない 16.2 キロ、9年前に出た 5AGS と同じ数値なんですよ。残念ながら10年遅れてます。約10年。マクベかよ。10年戦えねえじゃんみたいな。なんでこんな中途半端な CVT 出してきたのかなと謎でしょうがない。で
電動モーターと組み合わせる構造になってるかというとそうでもない。本当にただ縦置き用に CVT 作っただけみたいな。なので多分スズキがねこのダイハツから買ってあげて開発費を吸収してあげるという意味でトヨタとね資本関係が続きもありますんで、そういう大人の事情で CVT を採用したんだと私は睨んでます。ガソリン価格がリッター300円の時代が来るかもしれないんですよ。となると確実にリッター27キロっていうのはマスト絶対必要なんですよ。今の、燃料代負担と同じぐらいになるとリッター27付近ぐらいまで上げていかなきゃいけないとなると電動モーターは絶対必要なんですよ。で実はスズキにはそれを実現するシステムが存在します。というのはソリオハイブリッドに乗ってる 5AGS プラス電動モーター。このストロングハイブリッドはすでに27キロ出せる性能が多分あると思います。 AGS ですよ。 AGS リッター300円になったらもう皆さんねフィーリングがどうのこうのなんていうこと言ってらんないじゃないですか。もうとにかく車を動かすには20キロ台後半の燃費性能必要じゃないですか。だとしたらもう黙って AGS ってね使いこなしていくと楽しいんですよ。これ分かってほしい。楽しい上に燃費良くてハッピー、全てハッピーということで、私個人としてはエブリは次のフルモデルチェンジに期待したいと思います。 AGS 大好きおじさんとしては AGS 復活、期待したいと思います。待ってるよ AGS。 さて皆さんはこの辺りはねどのようにお考えになるでしょうか。コメントお待ちしております。では次回の動画でお会いしましょう。ジーク鈴木。今回の動画のお味はいかがだったでしょうか。司令官コンスコンがお送りしました。おっさんは生き延びることができるか。